第二次大戦において日本軍は太平洋の島々で無謀な白兵突撃を繰り返し、その度に米軍に破砕されました。確かに日本人の奇襲好きがあまたの失敗と犠牲につながったのは事実です。ですが一旦、なぜそうなったのかを検証するのは意味があるでしょう。日本の戦士について、主に西欧との比較でその特徴を列挙してみました。ただし、これらは何らかの統計に基づいたものではなく主観も混じっているので、鵜呑みにはしないでください。戦闘形態、平原海戦が稀で、接近戦、白兵戦が多い。また、奇襲、夜襲や伏兵が多用されている。戦闘要員、古代はそもそもプロアマの区別なし。以降、南北朝、戦国時代以外は基本的にプロのみ。武器、手持ち盾が少ない。石弓や槍よりも弓や刀がずっとメイン。火器の需要が鈍い。施設、市街地を丸ごと囲む私壁が存在しないのが大きな特徴。歴史を通じての傾向、約250年続いた江戸時代に限らず、全般的に戦争自体が少なかった。これらすべてを一つの根拠のみで説明するのは無理でしょう。ですが一番包括的な説得力があると思われるのは地形特性です。こちらの図は横軸を起伏度、縦軸を削雑度として各国を分布させたものです。つまり、右上に行けば行くほど地形が起伏に富み複雑だということです。円の大きさは2020年時点の GDP 規模となっています。一見してわかると思いますが、ある程度の経済規模の国の中で、日本と韓国はずば抜けて地形の起伏度と削雑度が高いのです。ちなみに台湾はこの図に含まれていませんが、日本よりもさらに右上になると思われます。過度に単純化して言えば、日本は山地の合間にある小規模な中積平野に村落が点在しているという社会形態であり、各地域を結ぶ経路の多くが共愛地形となっているため、お互いに守りに強く、攻めにくい地形特性となっている、ということです。このことが先に述べた戦士の特徴につながっているのだと思われます。あとは、島国というのも同じくらい大きな要因でしょうし、もちろん他にも、早期からの政治的統合などいろいろ考えられますが、これ以上は専門家に任せましょう。ではいくつか先例を紹介します。まず最初の、須伏の戦いは大和王権、今の皇室による征夷戦争の中で最大の、学名では、38年戦争と呼ばれる戦役における戦闘の一つで、アテルイらが活躍した戦いです。蝦夷というのは北陸から東北、北海道にかけて存在した末路ワヌ民の総称で、単一の文化圏ではなく、蝦夷の部族同士での争いもあり、大和政権に服従する部族、交易関係を持つ部族、敵対する部族など様々いました。彼らをリトル中華思想のもとに大和王権に組み込もうとしたのが征夷です。経済的なメリットはほとんどなく、ほぼ純粋な政治的戦争であったと言ってよいでしょう。蝦夷のキューバの戦闘は平民の銃、その位置に適するを与わず、など大和側の資料に記されているなどの根拠から、一般に非常に高い戦闘能力を有していたことは間違いありません。狩猟が生業であり、その技術や武器がそのまま戦闘に用いられていたためで、ユーラシアステップの遊牧民族に近いものがありました。アテルイらは相争っていた複数の部族を糾合し共通の敵である大和王権に対抗しましたが、言っても局地的なもので、兵力はせいぜい1000単位でした。対する大和軍は律令制のもと、数万規模が動員されていましたが寄せ集めで戦意も低く、またここで紹介する須伏の戦いに実際に参加したのは4000から6000ほどでした。東岸の山中に潜む蝦夷軍に対し、北上川の西岸、東岸に分かれて進軍した大和軍は、当初アテルイ軍の拍子抜けするほど貧弱な抵抗を排しながら順調に北上しました。が、これはアテルイの戦術で、東岸の敵が伸びきったところを伏兵が側背から襲撃、さらに西岸の敵を川岸で阻み分断してしまいました。結果、前面、側面、背面からの包囲と北上川の激流とに挟まれた東岸の大和軍は壊滅し、西岸の軍も退却しました。こうして初戦で勝利を収めたアテルイでしたが、数万から10万規模を動員した大和軍には収貨適せずやがて降伏、処刑されました。が、大和王権側も多額の出費等で疲弊し戦争を切り上げざるを得なくなりました。というわけで征夷戦争は事実上、失敗に終わります。その完了は明治維新後の国全体的な国民創出及び北海道の開拓植民政策まで待たなければなりませんでした。大和に歯向かい敗北した蝦夷の多くは位牌蝦夷、不襲として日本全国にばらまかれました。一部はその武力を買われ北九州の先森をはじめとした軍役につき、後の侍の鼠径となったと言われています。一方、強制移住させられた蝦夷たちの多くは周囲との様々な摩擦も生み続けました。これは慎重に検討されるべき研究課題ですが、後世の得た否認、そして部落問題などとのつながりの可能性も指摘されています。蝦夷の次は、古くは、隼人、熊曽などと呼ばれた南九州を支配した島津氏の話をします。
といっても島津氏の出自は源氏の家来で、これら古の松戸和民と直接のつながりはありません。島津家は鎌倉幕府成立期から明治維新に至るまで一貫して九州南部を支配し続けました。戦国の島津といえば釣りの伏せという戦術で有名ですが、具体的に描写した文献は意外と少ないようです。親子、兄弟、家臣団で権力が分散しており、島津氏を通史的に捉えることが難しいこともその一因みたいです。まあざっくり言うと、琉球や中国との交易、和交、鉄砲やキリスト教の伝来等に深く関わり利益を得、秀吉に屈する直前には一時的にほぼ九州全土を治めるまでに勢力を伸長し、関ヶ原でも徳川軍を中央突破するという活躍を見せた大名です。ここでは沖田縄手の戦いを取り上げます。龍造寺の配下だった有馬氏が島津にくら替えしたため討伐される危機にあり、これを支援するために島津が援軍を送り連合を組んで龍造寺に対抗した戦いです。戦場は島津、有馬が奪った森竹城と三重城の間で、当時は湿地帯であり主要接近経路は細い一本道のみだったといいます。龍造寺軍は2万5000から5万7000、対する島津、有馬連合軍は6000から8000程度と数倍の兵力差があったため、島津側は一本道の出口付近を大木戸と木柵、柴垣で固め、左右に伏兵を潜ませ包囲できる態勢を取りました。龍造寺軍を率いていたのは名将として知られていた当主高信でしたが地理に疎く、しかも圧倒的な数的優勢から敵を侮っており、兵を3手に分けたのみであとはただ数を頼んだ力攻めに出てしまいました。戦いが始まると中央は龍造寺軍が一方的に進撃しましたが、見事に十数にはまり狭い地域で包囲され、後続が押し寄せ身動きができず大混乱に陥ります。浜手でも龍造寺軍の攻撃は有馬の艦船からの大砲2門の砲撃により頓挫します。そして前線に出過ぎていた高信は乱戦の中打ち取られてしまいました。これで完全に龍造寺勢は崩れ、唯一優勢だった山手も兵を引かざるを得なくなりました。龍造寺の死者は数千、島津軍は200数十程度だったらしいです。以上、この戦いも釣りの伏せの典型例の一つとされてはいますが、アテルイやモンゴルの例などを見てもわかるように、その思想自体は別に島津の専売特許というわけではありません。巧みに用いたため代名詞となったのでしょう。最後に、戊辰戦争の中でもほとんど知られていない秋田、山形戦線のお話をします。この正面では旧幕府側の庄内藩が連戦連勝を重ね、特に2番大隊は文字通り無敗を誇り、大隊長だった境現場は官軍から鬼現場と恐れられました。庄内藩の強さの要因は大きく2つありました。まず洗練された最新の洋式装備、戦法、次に農民商人老若男女挙げての挙国一致体制です。当初、奥羽越列藩同盟に基づき白川口方面の応援へ向かった庄内の1番、2番大隊は、秋田藩の離反と官軍の秋田上陸の方を受け北方へ転進しました。南下してきた官軍が先に新庄に入り、2番大隊は新庄から数キロ南方の小国川の線、船形に布陣しました。官軍は旧式装備の新庄兵を先鋒としつつも薩摩、長州、佐賀等の洋式部隊を主力とし、双方とも500前後の兵力でした。街道沿いにとか進撃しようとする官軍に対し、対岸の庄内兵は引きつけるだけ引きつけての一斉射撃でこれを阻み釘付けにし、その隙に小国川の遥か上流を一部部隊がとか、官軍の側面に忍び寄り不意打ち、敵が浮き足立ったところに主力が川を渡り攻撃をかけたことで官軍は撤退しました。現場は戦勝後もすぐさま用地に部隊を配置したり敵に逆に回り込まれるのを防ぐために警戒を置いたりと抜かりありませんでした。その日夕刻には1番大隊も到着し、翌日、1番大隊が主攻となり街道沿いを前進、2番大隊は助攻として官道を抜け西から大きく回り込む形で新庄攻めとなりました。街道沿いは守りが固く1番大隊は前進を一時断念しましたが、その隙に2番大隊が敵将兵を蹴散らしながら新庄城まで到達し火を放つと、浮き足立った官軍は城を捨て全軍が北へ逃走しました。以後も庄内軍は戦勝を重ねながら北上し官軍の拠点となっていた秋田港の目前にまで迫りましたが、米沢、仙台の二大夕飯の降伏により本拠地の鶴岡が危うくなったことで撤退を余儀なくされます。この撤退もあまりに迅速だったため官軍側は気づいたら敵がいなかったという状態でした。その後会津藩の降伏を受け最後に残った庄内藩も恭順しましたが、結局戦闘においてはほぼ負けなしで終わりました。以上です。ご視聴ありがとうございました。